皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。リビングでまったりお茶を飲んでいると、いきなりポトッと音がして、辺りを見回してみると、なんとサボテンの根元が腐り、下に落ちていました。10年以上育ててきた100均のサボテン、ちょっと残念です。実は隣に置いてある万宝樹もまだ植え替えできていなくて、早めに植え替えしなくちゃですね。とりあえず今日はこの根元が腐ってしまったサボテンを植え替えしていきたいと思います。で、このトゲどうやって植え替えたらいいのやら、実は数日前から少しずつサボテンが傾き始めていたのは気がついていたんですが、旦那とそろそろ植え替えしなくちゃななんて言っていた矢先にこの事件でした。このサボテン、頭はこんなに大きいのに、根元を見るととても細くてびっくり。そういえば買ってきたての頃は細長いひょろっとしたサボテンだったのを覚えています。細い根元は完全に樹れてしまっていました。そして10年以上植え替えていなかったこのサボテンの根っこを確認しようと思い、ピンセットを使い土をほぐしているんですが、この鉢からはなかなか抜けず、やっと抜けたと思ったらこんなに根が張っていました。この根張りでは水を吸うことができず、その水が鉢の中にたまり、根元から腐ってしまったようです。そして昔は鉢底石にハイドロボールを使っていました。初めてこのサボテンを植え替えますが、サボテンの頭よりも一回り大きな鉢に植え替えます。この鉢底穴、でかって思った方も多いと思いますが、鉢底ネットも大きめにカットしました。とりあえず樹れているサボテンの根元をすべて取り除いていきます。片手だけグローブをはめていますが、革手ではないので作業がとてもしにくかったです。ハサミを使ってみましたが刃が立たず、結局鉗子を使って少しずつ樹れているところを取り除いています。どこまで樹れているのか心配になってきました。結局キッチンから包丁を持ってきて、根元からスパッとカットしてみることにしました。果たして結果は？包丁でカットした切り口を見てみると、まだ中の方が樹れているようです。どこまで樹れているのかわからないため、包丁を使い少し中の方まで
えぐってみることにしました。ここから動画を見た方はきっとこのサボテンを食べるのかなと思っているかもしれませんね。思ってた以上に中まで腐っていました。もう少しカットしていきます。樹れた部分をすべてカットし終わり、切り口はきれいになりました。最後に包丁を使いカットしたのは正解でしたね。切り口が乾燥するまでこのまま放置して他の作業をしたいと思います。増やしたいと思っていたこのウィンドウチェンジをカットして増やす作業をしていきます。もうこれでもかというほど鉢いっぱいにぎゅうぎゅうに詰まっていました。カットする前に先に枯れている花芽の茎をすべて取り除いていきます。クモの巣も張っていたのでピンセットで取り除いておきました。完全に枯れている茎はスポスポと抜けるのであっという間にこんなに取れました。そして今回は大きめの株をいくつかカットして寄せ植え風に植え付けていこうと思います。カットした苗の株元を見てみるとすでにたくさんの枯れ葉がついていました。続けてもう一株、この大きめの株をカットすることにします。このウィンドウオブチェンジですが、群生になりやすい多肉なんでしょうか。皆さんが育てているウィンドウオブチェンジはどうですか？群生になっていますか？こんな風にギッチギチに育っていると風通しも悪そうですよね。もう一株大きめの子をカットしてみました。この株にはすでに根っこが生えていました。そしてカットした親株はこんな感じになっています。今回は先ほどサボテンが植わっていた鉢に新しい土を入れてこのウィンドウオブチェンジを植え付けていきます。といっても土の上に乗せるだけなんですけどね。これでウィンドウオブチェンジの株分けは完了です。サボテンをカットしてから数時間が経ち、日も傾いてきたので、もうそろそろ土に植え付けようと思い戻ってきました。このまま土の上に乗せるだけで根付いてくれるかどうかはわかりませんが、とりあえず土の上に乗せてこのまましばらく様子を見たいと思います。はい、ということで今日は10年以上植え替えしていなかったこのサボテンが根元から腐ってしまい、急遽
大きめの鉢に植え替え作業をしていきました。100均でナナシちゃんで購入したため名前がわかりませんが、このまま根付いてくれることを願うばかりです。そして群生になっていたこのウィンドウオブチェンジをカットして増やす作業をしていきました。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。